みんな、今日も元気なのだ。ずんだもんがお届けする世界のニュースの時間なのだ。今日は南米の国、ガイアナについてお話しするのだ。実は、このガイアナ、とっても面白い特徴があるのだ。南米大陸って、スペイン語やポルトガル語が公用語の国ばかりなのに、ガイアナだけは、大陸で唯一、公用語が英語なのだ。不思議なのだ。今日はそんな世界のニュースを全部で5つお届けするのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。イスラエル、ルビオ氏到着に合わせガザ市への爆撃を強化、という緊迫した状況を伝える記事なのだ。ガザ市での爆撃が激しさを増す中で、アメリカのルビオ国務長官が現地入りして、紛争の今後を話し合うみたいだぞ。現地の状況や国際社会の動きについて詳しく見ていくのだ。この動画がいいなって思ったら高評価とチャンネル登録も忘れずによろしくなのだ。ずんだもん、とっても嬉しいのだ。さあ、みんな、早速一緒に見ていくのだ。南米大陸の北東、カリブ海に面した国、ガイアナを知っているかな？南米で唯一、公用語が英語という珍しい国なのだ。首都は美しいジョージタウン。ここはかつてイギリス領ギアナと呼ばれ、1966年に独立を果たした共和制の国なのだ。人口は約80万人と、南米の中では比較的小さな国だけど、インド系やアフリカ系、先住民など様々なルーツを持つ人々が暮らした文化社会が特徴なのだ。主要産業としては、かつては砂糖や米の農業、ボーキサイト採掘が盛んだったのだ。でも、最近では沖合で大規模な油田が発見され、その石油開発が国の経済を急速に押し上げているのだ。今や世界有数の石油産出国として、その成長ぶりに世界中が注目しているのだ。文化的には、カリブ海の影響を強く受けていて、音楽や料理にもその陽気な雰囲気が感じられるのだ。クリケットも大人気で、国民の情熱が注がれているのだ。経済的な豊かさが増す一方で、急速な発展がもたらす変化にどう対応していくか、そしてベネズエラとの国境問題など、様々な課題にも直面している、魅力あふれる国、それがガイアナなのだ。一つ目のニュースなのだ。ビスマール、ビンデン橋の歩道が崩れ落ち、数名が負傷、という記事なのだ。みんな、ずんだもんなのだ。ガイアナからちょっと心配なニュースが届いたのだ。今日、2025年9月14日の午後6時27分頃、ビズマー、ビンデン橋の南側にある木製の歩道が突然崩れ落ちてしまったのだ。この事故で、残念ながら数名の方が怪我をしてしまったと、警察が発表したのだ。ずんだもんもびっくりしたのだ。橋が崩れるなんて、本当に怖いのだ。でも、幸いなことに、橋の交通自体は現在も流れているそうなのだ。歩道は使えないけど、車は通れるみたいで、それは少し安心材料なのだ。負傷された方々が早く回復できるように、ずんだもんも祈っているのだ。橋の安全点検は本当に大事なのだと、改めて思ったのだ。みんなも気をつけてほしいのだ。二つ目のニュースなのだ。イスラエル、ルビオ氏到着に合わせガザ市への爆撃を強化、という記事なのだ。イスラエルがガザ市への爆撃をさらに強めて、たくさんの住宅が壊されて、数えきれないほどのパレスチナの人が家を追われているのだ。そんな中、アメリカのルビオ国務長官が、この紛争の今後を話し合うために現地に到着したのだ。イスラエルは、ハマスをなくすためにガザ市を占領するつもりで、ハマスの最後の拠点だと言われている場所への攻撃を激しくしているのだ。ドーハにいたハマスの指導者たちが空爆されたけど、これはたくさんの国から非難されているのだ。カタールでは、これからの動きを話し合う緊急のアラブ、イスラム首脳会議が開かれる予定なのだ。ルビオ長官は、ハマスにまだ囚われている48人の人質、生きているのは20人くらいらしいのだ。をどう解放するか、
そしてガザの町をどう再建するかを話し合いたいと言っているのだ。ルビオ長官はイスラエルのネタニヤフ首相とも会談して、アメリカがエルサレムをイスラエルの永遠の首都だと認めていることを改めて示したのだ。国連の機関アンルワによると、ガザ北部では唯一の医療サービスが止まってしまって、水や衛生サービスも半分しか動いていない状況なのだ。アンルワの建物もここ数日で10棟も攻撃されたのだ。アメリカの政府の人たちは、カタールでの空爆は一方的すぎて、アメリカやイスラエルのためにならないと見ているのだ。それから、ネタニヤフ首相が進めている入植地を広げる計画は、パレスチナが望む国家の土地を分断してしまうから、アブラハム合意という和平協定を危うくすると UAE が警告しているのだ。人道支援の団体は、イスラエルがガザ市を占領したら、すでに栄養が足りていない住民たちにとって、とんでもなく大変なことになるだろうと言っているのだ。実際に、この24時間で栄養失調と飢餓でパレスチナ人が2人亡くなって、犠牲者は子供145人を含めて422人にもなったのだ。イスラエルは民間人にはガザ市から避難してほしいと言っているけど、住民たちは南に安全な場所や十分なスペースがないから、なかなか避難できないでいるのだ。過去1週間でイスラエルはガザ市に500回以上も空爆をして、ハマスの偵察や狙撃の場所、トンネルの入り口、武器庫などを狙ったのだ。現地の関係者によると、日曜だけで45人もの人がイスラエルの攻撃で命を落としているのだ。ハマスによると、8月11日以降、1600棟の住宅と1万3000張のテントが壊されたのだ。この2年近く続く紛争で、ガザでは6万4000人以上の人が命を落としているのだ。この紛争は、2023年10月7日にハマスがイスラエルを攻撃して、1200人が殺されて251人が人質に取られたことから始まったのだ。とても悲しい状況が続いているのだ。3つ目のニュースなのだ。EARICOM 事務局、エリザベス・ハーパー氏の逝去に弔意という記事なのだ。EARICOM 事務局の事務総長と職員一同は、2025年9月13日に亡くなったエリザベス・ハーパー大使の訃報に深く悲しんでいるのだ。ハーパー大使は、ガイアナの外務、国際協力省の事務次官を務めていたのだ。彼女の逝去は、ガイアナと CARICOM ファミリー全体にとって計り知れない損失なのだ。事務局は声明で、ハーパー大使は最高のプロ意識、品格、効率性を備えた完璧な外交官だったと述べているのだ。彼女の持ち味である静かで確固たる姿勢と、広範な外務経験から得られた貴重な洞察は惜しまれるのだ。彼女の深い知識と揺るぎない献身は、CARICOM 共同体の目標を推進する上で中心的な役割を果たしたのだ。事務局は、特に複雑な地域及び国際問題に取り組む際に、彼女の指導に頼っていたのだ。ハーパー大使の功績は永続的なものであり、品位、献身、プロ意識をもって奉仕するすべての人々にとっての模範となるのだ。ガイアナとこの地域は、偉大な人物を失い、彼女の不在によって私たちはより貧しくなったのだ。CARICOM は、この困難な時期に、ハーパー大使の家族、大切な人々、そしてガイアナ共同共和国の政府と国民に心からの哀悼の意を表しているのだ。4つ目のニュースなのだ。ガイアナ、スリナムが漁業委員会を設立へ、という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。ガイアナとスリナムが、地域の食料をしっかり守るために、とっても大事な一歩を踏み出したのだ。両国は協力して、漁業委員会を設立することに合意したのだ。これは、ガイアナのイルファーン、アリ大統領とスリナムのジェニファー・ギーリングス、シモンズ大統領が初めて会談した時に決まったことなのだ。アリ大統領は、農業や食料安全保障、そして漁業は、両国にとってすごく大切な分野だと力説したのだ。だから、
お互いに協力し合って食料を確保するための広い範囲で連携を深めていくのだよ。具体的には2025年の終わりまでに漁業を担当する大臣さんたちや技術の専門家さん、そして実際に海で働く漁師さんたちも含めた共同委員会を作るのだ。これで漁業分野での協力をもっともっと進めるのだって。それから農業の協力については戦略的対話協力プラットフォームという特別な枠組みを使って密接に手を取り合っていくのだ。アリ大統領は食料安全保障や農業、漁業といった課題を進めるにはすべての関係者がちゃんと参加して一つのチームみたいに協力し、共通の戦略とプラットフォームを持つことがすごく大切だと話していたのだ。この新しい協力関係がこれから地域の食料をもっと豊かにしていくと期待されているのだ。みんなで力を合わせればきっと素敵な未来が待っているのだ。5つ目のニュースなのだ。ジェームズ、ボンド、レノックス、シューマン、ピーター、ラムサループも新 TPP-C 国会議員にという記事なのだ。2025年9月14日、大統領のイエフアーン・アリさんが TPP-C から新たに国会に入る36人の議員さんたちの名前を発表したのだ。その中にはジェームズ、ボンドさん、レノックス、シューマンさん、そしてピーター、ラムサルークさんといった注目の顔ぶれもいるのだ。ジェームズ、ボンドさんは最近 APNU から PPP-C に政党を移したばかりなのだ。レノックス、シューマンさんは以前国民議会の副議長を務めていて、2020年の選挙で1議席を獲得したリバティ&ジャスティスパーティーのリーダーだったのだ。ピーター・ラムサルークさんはガイアナ島市長のトップを務めた経験があるのだ。他にもサマル・フセインさん、ソニア・ラッチマンさん、元地方自治大臣のアナンド・パーサードさん、シーポール・ナラインさん、バグマティ・ビーラサミーさん、スレーシュ・シンさん、マハデオ、ビシュワ、ブドゥラムさん、ジェニファー、ウェストフォードさん、サンジーブダタディンさん、アリスター、チャーリーさんといった皆さんが指名されたのだ。アリ大統領さんは衆議児童でこれらの指名された方々を壇上に招いて、今回の選出は幅広い専門知識と政治経験を持つ人材を登用するという政権の強い意志の表れだと話していたのだ。みんなが力を合わせてガイアナをもっと良くしてくれると嬉しいのだ。ガイアナの紹介と橋の事故や国際情勢、要人への追悼、スリナムとの漁業協力、新議員の就任など本当に様々なニュースがあったのだ。大変な状況もあるけど未来に向けて前向きな動きもたくさん見えたのだ。多文化で魅力あふれるガイアナからこれからも目が離せないのだ。みんなも応援してほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。